はい、皆さんこんにちは。鳥居のチャンネルです。模型ライフ楽しんでおられますでしょうか。今回はウェーブのもう名作となりましたね、レッドミラージュを紹介したいと思います。スケールは100分の1です。これパッケージがねめちゃくちゃいいんですよね。こちらちょうど今ね左側に映ってます黒騎士ブラックグラードね、この辺描かれてて、絵はね確か高荷先生だったと思うんですけど、あの方の描く絵はね本当に味がありますよね。90年代当時ね5スターストーリーのこのプラスチックキットが出るいうことだけでねすごく興奮して買った記憶があります。もう今だったらねパッケージ CG っていうのが多いんですけども、この頃のこのね筆のねこの塗り方もうすごく素晴らしいです。はい、でパッケージ横の方を見ていくんですけど、レッドミラージュ本体は各関節ごとに組み立て、ブロックごとに塗装を終了した時点ではめ込みができるブロックビルドアップを採用。レッドミラージュ本体は分割を徹底的に考えたプラスチック製、肘部をパーツとして独立させることにより肘関節部のねじれを再現。各部はポリキャップを使用したフル稼働仕様となっております。当時ねフレームランチャーとかもね別売りで発売されたり、ブーメランユニットのタイプもね出たりして、もう今ではねちょっとそのあたりもまだ売られてたりするんですけれどね、ボークスさんの方はねもっと高い価格設定で、しかも長野先生のね透けてるっていう走行にして発売されてますけどね、そっちはちょっと手が出せてないんですけどね、もう本当にね価格もそれなりでいいキットだと思います。作ったのはね実は数年前ぐらいに作ったんで、ちょっと病気が流行してた頃ね、あの頃に作ったものになりますんで、最近のものになります。はい、でちょっと制作動画はねその頃まだ撮ってなかったんでこういう風に画像があるんですけど、このねすねの裏側とかねああいう風にバックリも分割して作っちゃいました。はい、そしてね足なんですけどね、足もねここまで曲がります。後でね 4mm 軸のね軸棒を打って止めてあげたんですけど、もともとねそこそこ回転はあったんですけど、はい、このようにしております。はい、また出てきましたけどね、こういうような取り付け方にし、もうね走行ちょっとバラバラにしてね後でポリ軸で取り外しできるようにしてます。そしてここもね実は一体化やったんやけど、2mm 軸をつけて取り外しできるようにしました。もう塗装もしやすくなりますからね、そういう風な改造ありかなと思います。このようにね分割しております。はい、そしてねまたもう片側の足の方もね同じようにつけていくんですけどね、足首はこのようにイエローサブマリンのねボールジャイアントを使っております。関節技ですね。そしてね、はい、ここの股関節本当はねこういう風に曲がってないんですけど、ヒートペンでね加工してこうしました。で、ボール球、股関節のボール球はね確かキットはこんなんじゃなかったと思います。ボークスさんでね確か関節球のこう丸いの売ってたんで ABS 製のそれをね確かつけたんじゃなかったかなとなんとなく記憶してます。ちょっと数年経ってね記憶もあやふやになっております。はい、ここのね足のカバーも同じようにつけてあげて足首に差し込んであげます。はい、今ねちょうどその曲げたとこ見えると思うんですけど、このように曲げててこのボール球っていうのかな、はい、ボールジョイントを入れてあげます。5mm 軸でつながるようにしております。ここがねちょっとまっすぐだったんですよねキットはねもともと。でもね当時やからねいいんじゃないんでしょうか。はい、そして腰部分の裏側ですけど、裏側はねこんなモールドなくて 0.3mm のプラパン貼っていってこんな感じにしました。手間暇ねかけるのがねそれぞれの模型のね楽しみの一つだとは思うんですよね。なんかね最近のモデラーさんでやっぱり組みにくいとかここがなってない言うけど、そういうのをちょっと触るのがねモデラーとしてね作って楽しむっていう、苦労と手を入れるっていうのもモデラーの一つのね楽しみ方だとは思うんです。そこでね文句言う人は
折られるのは知ってますけどね。あ、今ちょっと腰外れましたね。ちょっとね接着が緩くなってて外れたみたいです。またねここも直して取り付けたいかと思います。最近そういったあんまりちょっとこう某大手メーカーの多分プラモばっかり作ってる方なんでしょうけどね、書き込みで見て寂しいかな思ったのが、ファインモールドのねゼロ戦でもあれがいいキットやって評価見たから買ったけど作りにくいやんみたいな、なんで成型色もこう多色成型にしてくれないのみたいな書いてた方がおられたんですけど、ちょっとねそこはやっぱり一応多様性もあってね、そういう考えもありっていう風に認めてあげなきゃいけないかもしれんけど、もうちょっと他のキットもいろいろ考えてこう作ってみてね、そこのいわゆるロボットメインで作ってる会社なんでしょうけど、そこのばっかり作ってるとやっぱそういう目になるよねっていうのはちょっとご理解していただきたいかなとは思います。はい、あそこは大企業なんで、はい、最高用の方もね 58% だったかな、賃上げで新人も賃上げできますみたいな会社なんでね、ちょっとあそこは違うかなと。はい、そしてねこれ初版の模型なんでね、実はメタルパーツ使ってるんですよね。今ホビーサーチとか見て確認すると設計図を、今そこもプラパーツですね。顔部分と今見えたここのね胸のパーツ開くこうシリンダーのとことかがねメタルパーツ、あと手首もメタルパーツなんですけど、初版だからです。ここのね顔です。顔のとこがねメタルパーツなんですよ。この当時は重いです。はい、当時はねウェーブさんだけじゃなくて寿屋さんとかもねてっちゃんとかいうハンドパーツ売ってて、それもねメタルパーツやったんで、それ取り付けるとぐらーっと重くなってねブラーンってね腕が鳴っちゃうんですよね。でキャストに置き換えとかね自分でやってみたりしてたんですけどね。はい、私の知り合いもそういうことやってました。はい、内側もねちょっと分割して取り付け方変えてみました。2ミリ軸のね関節技、イエローサブマリンの関節技でこのように型に取り付けるように改造しました。その方がね後で塗装してつけるっていうことができるんで、はい、で腕も入れてあげます。そしてねここの関節が横ね、ここの可動がねちょっと他のキットと変わってて面白いとこかなというところです。はい、手もねここまで曲がってくれます。はい、腕も入れます。ただねこの100分の1ぐらいになるとね動かして分度とするかいうとねちょっと不安定なんでねあんまりしなかったりするんですけど、やっぱ動くっていうことはねちょっと楽しいですかね。はい、で大体出来上がってきたとこ当時画像で写したのがこんな感じです。でベイルの取り付け方もね結構こだわりあるんですよね。これね腕ねこういう風に入れてはめて取り付けちゃうっていうね、こういう取り付け方ね。もともとは長野守さんがだいぶね設定考えたんでしょうけど、なんかかっこいいなあいう感じで、腕のここがねしっかりはまらないんで改造してやればよかったなあいう感じですかね。でこれね久しぶりにつけてたらまた接着がもろくなっててパックリ割れたんで後でつけて直してますけど、そしてベールの裏側のねこの設定もねいいですよね。もうこれねもうクワガタのね、はい、もう頭部のがっしりやるのと形一緒でね、でこの辺がねギーガのデザインとなんかこう通ずるものがありません？ありますよね。この間コメントいただいた方もね長野守さんのデザインはギーガの衣装が結構影響を受けてるに違うかいうのを書かれてたんですけど、私もねそう思いますね、こういうの見るとね。はい、そしてね腕こういう風につけてね今までのこう大河原先生とかのデザインとか、おもちゃでこう軸浮きポンって入れるのとは違ってねこだわってるなって思います。はい、腕ね肩ねこういうブロックにしております。はい、もうはめ込みだけでこういう風にね後で塗装がしやすくて取り付けれるっていう風にちょっと変えてありました。はい、ちょっと入りにくいんでね2セットで
キュッと入れてあげました。はい、そして、今肩にもあるし、このねベイルにもついてるこの赤い印ですね、レッドミラージュについてる、アマテラスのね軍隊のそのマークなんですけどね、とある人がね、これ阪神タイガースのマークに見えるって書いたらね、私もそう見えるようになってしまいました。はい、皆さんもこれでね、きっとこれから阪神タイガースかなっていうはい、そして剣の方なんですけどね、デカールついてて、このように貼り付けることができます。愛車のものになるとね、花柄とかねつけたりなんかしたりするんですけどね、レッドミラージュやこの剣の方にね、はい、ちょっと入れてるとねポロリしちゃったりもするんですけど、どうしてもね仕方ないっちゃ仕方ないですね。でもこの剣がね鞘に収まってくれるのはね、ギミックとしてはね嬉しいですね。ちょっと落ちた腕をまたねつけようとしております。はい、そしてねベイルもつけると完成になります。もうね値段ももう今やったらね4000円近くかな、3800円ぐらいだったかな。ちょっと値上がりはしてるし、メタルパーツはなくなってプラパーツに切り替わってますけど、値段もまだね今の値段考えるとね割と入手しやすいキットかなとは思いますね。再現もかなりいいキットです。ちょっと改造してやるとねこういう風にねより塗りやすくもなったりするしね、はい、いいキットだなと思います。はい、あとこの剣もね、木なんですけどね、抜けないんですけどあったりしてます。はい、これで長野守先生のデザイン関係はストック終わりになります。次回からは何を流していきますかね。